こんにちは、こんばんは。ココアトチャンネル、ココアトラジオへようこそ。以前、ココアトラジオを聞いたことがあるっていう方はご存知だと思うんですけれども、画面は永遠と万華鏡動画が続きます。なので、この動画は、そうですね、家事をしたり、お仕事をしたり、何か作業をしながら聞いていただけたらいいなって思います。特にココアートラジオの中で今日が一番ダラダラと雑談しようと思います。前回のココアートラジオが LGBT と生産性、いろいろ物議を醸し出しましたね。あの動画ご覧いただいた方、動画じゃない、あのラジオ聞いていただいた方いますか？なんかすごいコメント欄がちょっと荒れるんじゃないかみたいなご心配のメッセージとかもいただいてたんですけれども、いろいろなご意見がありますよね。人それぞれいろいろな価値観、いろいろな考え方があるんだなって、私も改めて勉強になりました。今後の講演に活かせるような、そんなコメントもたくさんいただいたので、とても感謝してるんですけれども、今日はそんな講演にまつわる動画の中から、ちょっとコメントを徘徊してみようと思います。少し前に中学校と高校に講演会に行った動画をプレミア公開したと思うんですけれども、あのコメント欄に普段はないようなたくさんのコメントいただいたりとか、あれはプレミア公開だったのでチャットの機能もありましたよね。そのコメントにちょっとお答えしたいなっていうのもあって、ちょっとこのココアトラジオを撮ってるんですけれども、さっき私動画撮影したんですね。それでなんか制作に戻ろうとも思ったんですけれども、そうだ、あの動画ちょっとコメントいろいろいただいたから、それに関してなんか喋りたいとか言ってスタッフに言ったら、じゃあラジオでどうぞって言われて、ということでいいですか皆さん、こんな感じよ。今日こんな感じでダラダラといくわよ。ダラダラ雑談動画よ。動画じゃない、ラジオよ。私さっきから何回言ってる、動画じゃない。でも動画ですもんね。一応動画ですもんね。この前にライブの時にも思ったんですけれども、すごかったですよね。中学生とかココアートチャンネルの視聴者さんが一気に若返ったみたいな、そんな感じじゃなかったですか？でもこの前のライブの時、ハロウィンライブの時、私本当に感動したんですよ。なんか一人の中学生がちょっと悩みを書いたことでいろんな話題に発展したでしょ。その時になんかもう大人とか子供関係なしに、一人の子の悩みに大人も子供もみんなで一緒になって相談に乗ったりとか励ましたりとか、なんかこんなことがあるなんて動画を始めるまでは思ってなかったです。本当になんかすごい幸せな時間だったなって、これぞ私が求めてたみんなの居場所みたいな、そんな感じがしたんですよ。本当はあの動画終わりたくなかったわ。スタッフがもう2時間切ったからっていうことで巻きが入ったので終わりにしたけれども、キリがなくなっちゃうからね。でも本当に感動したの。なんかすごいなって、動画っていいなって、 YouTube っていいなって改めて思いました。ということで今日はそういう今コメント見てるんですよ。見ながら喋ってるのよ。私コメント見ながら喋ってるんですよ。今ね、ちょうど見てるのはチャットのコメント。よかったら皆さんも見て。見てって。見たらこのラジオ聞けないんだ。そっか。ごめんなさい。なんかほんと支離滅裂で。こんな感じよ。雑談ラジオよ、今日は。大丈夫ですか？これ話そうかなと思ってた内容があるんですよ。そのコメントをいただいたのもそうなんですけど、ホームページにもたびたび同じような質問が届くんですよ。なんかこうなんか皆さんと距離を、なんかラジオって面白いですね。なんかすぐそこにさ、なんか誰かがいて、誰かと電話で喋ってるみたいな感じだから、なんかいつもの動画よりもちょっと砕けた感じになっちゃうけど、許して。なんかお友達と喋ってるような感じで聞いてください。講演の時と動画の時ってなんか雰囲気違いますねとかよく聞かれるんですよ。ね。それはなぜかと申しますと、とか、そういうことをちょっと話そうかなと思うんですけど、
動画っていろんな人が見てるんですよ。YouTube のアナリティクスを見ると、一番動画、ココアートチャンネルを見てくださってるのが東京の人なんですね。あとはもう本当に全国いろいろです。本当に全国いろいろ見てくださってて、なんかすごいな、不思議だなって、動画で全国の人とつながれるなんて不思議だななんていつも思いながら、本当にありがたいなって思ってるんですけど、いろんな人に向けて喋ってるので、本当は面白いこととか喋ってるんですよ。本当に間違ったり言い間違えたりとか。もうスタッフが綺麗に編集して、本当に綺麗になんか伝わりやすいようにしてくれてるので、ああいうパッパッパッとこうね、喋ってるような感じに聞こえるけど、実際は違うのよ。なんか今日のこんな感じですよ。もうそれよりも何よりもなんかね、伝えることがもう決まってるので、それをいかにちゃんと伝えれるか、伝えられるかみたいな、そういうところを大事にしてるので違うのかなって。あと、講演で、お芝居みたいですねとか、なんでセリフみたいに喋るんですかとか、そういう質問もものすごい多いんですよ。この前の山田中学校に行った後も、たくさんの方から、いろいろね、クレームじゃないですよ。すごいなんかセリフみたいなところが入ってきましたとか、あそこが良かったですとか、いいとか悪いとか、その都度いろんな講演会があるので、あそこはもうちょっと、セリフじゃなくて、ちゃんと時系列でちゃんと喋った方がいいんじゃないですかとか、デスマス口調でちゃんと言った方がいいんじゃないですかとか、そういう意見もいただくんですけれども、ここで、私昔、セリフ調じゃなかったんですよ。じゃあ、ちょっとここで言ってみましょうか。講演で言うセリフというか、エピソードトークなんですけど、エピソードの中で先生とやり合う部分があるんですね。なんかすごい、ちょっと悪い言葉なんですけれども、今の私のこの講演ではこんな風に言ってます。先生が私に、クソガキ。私は、クソババア。誰にクソババアって言ってんの？誰にクソババアって言ってるの？お前が先にクソガキって言ったからやろ。お前がクソババアじゃなかったら、世の中にクソババアなんかおらんわ。アホ。改めて聞いてもものすごいですよね。本当に不適切というか、こんなの公園で喋っていいんですかみたいな。でも当時の私は本当にこんな感じだったので、当時を忠実に再現するために、このセリフは欠かせないんですね。先生とやり合う部分ということなんですけれども、昔はこういうセリフ調じゃなかったんです。昔はこんな風に言ってたんです。先生が私にすごい剣幕で、このクソガキと言いました。私はものすごく腹が立ったんです。どうしてこの大人に私はクソガキと言われなくてはいけないんだという怒りがこみ上げて、先生に思わず反射的に言い返してました。クソババア。そしたら先生の顔色がみるみる変わって、誰にクソババアって言ってるの？誰にクソババアと言っているの？2回続けて私に言いました。これもまた反射的に私は言い返しました。お前が先にクソガキって言ったんやろ。お前がクソババじゃなかったら、世の中にクソババなんていない。怒りをそのまま先生にぶつけました。この違い、皆さんどこだかお気づきになりましたでしょうか？ただ単にセリフというだけじゃなくて、好き嫌いはあると思いますよ。こっちの方がわかりやすいとか、こっちは嫌だわっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、長いんです。説明文が入ると。でも、この説明文、何々って言ってましたとか、こういうふうに思ったんですって、その感情を説明する言葉を入れずに、この一連のことを短い時間で喋ろうと思ったら、もうセリフが一番いいと思ったんです。その時の、その時代の、その子供の時の私を引きずり出してきて、乗り移ったかのようにセリフにして言う、これが一番わかりやすいなと思ったんです。特に子供たちの前で講演するには、これが一番いいなって思ったんですね。特に私、一回、時間制限のない講演をしたことがあるんですよ。もう何時間喋ってもいいですよと。社員研修か何かでどこかの会社で、もううちの会社のホールなので、好きなだけ喋っていただいていいですよっていうことで喋ったら、何時間かかったと思いますか皆さん。なんと、3時間半喋り続けたんです。だから、なんか一つ一つ全部、もう雑談とか脱線とか、もう計算された雑談もですよ。何もかもセリフも全部入れて喋ったら
なんと3時間半かかったんですよ。この3時間半を場合によったら90分、長い時で2時間で喋り終わらないといけない。いつもそれが課題というか悩みだったんですね。どうやったら当時の私のこの感情とか、先生にぶつかった時の悔しさとか、腹立たしさとか、悲しさとか、そういうことどうやったら伝わるのかなと思ったら、セリフしかなかったんです。そしてセリフに置き換えると、割とすごい短い時間で、その時の感情を伝えることができたんですね。そして舞台から皆さんの顔を見てる時にも、なんかすごい、ちゃんと響いてるな、ちゃんと伝わってるなっていうのが手に取るように分かったんですよ。ホールっていうのは反響してしまうので、クソババって言ってなんとかかんとかで先生はで声を落としてしまったそこゴニョゴニョゴニョってなってなんて言ってるかわからないんですよね。だからそこを全部削ってセリフで感情を込めて喋ったら伝わるんじゃないかなって、もう本当に自己流でもう本当にちゃんとトークを学ばれた方が聞いたらそれはダメだよって叱られるかもしれないんですけども、これが私の講演方法というか、もう自分で編み出した時間内に言いたいことを収めるためにたどり着いたトーク方法なんですね。本当に言葉で何かを表現するっていうのは、この動画もそうなんですけど難しいですよね。特に講演っていうのはやり直しが効かないじゃないですか。動画みたいに編集もできないし、だから難しい部分がいっぱいあるなっていつも思ってます。もう本当に講演をしてから10年以上、思えばもう10年以上も講演会活動もしてるんですけど、もう何回やっても、ちょっと龍が吠えてますけど、何度やっても課題というか反省点がいっぱいありますけど、なんか最近龍が突然吠え出すんですよね。今も何にもない壁に向かって吠えております。なんかね、龍の声が思ってたより低いって言われたことがあるんですよ。なんか顔が可愛いからもう少しキャンキャン泣くのかと思ったら、声だけ聞いたら中型犬みたいですねって言われたことがあるの。ごめんなさい。脱線してしまいました。この脱線で思い出したんですけど、なんかの動画に私の声が低いから聞き取りにくいとか、なんでそんなに低いんですかとかいうコメントをいただいたんですよ。私元男性ですよ。元男性にしたらこのぐらいの低さってありじゃないですか？どうですか？そのコメントを書いてくださった方が私が元男性っていうことを知らないのかな、知ってるのかなってたまに思うこともあるんですけれども、たまにコメント欄でそういうコメントいただくんですよ。その声のことは置いといて、仕方ないですよね。だって低いから、あまり無理して高く喋ってもおかしくないですか？仕方ないんですけど。でもそういうコメントによって、なんか気づきをもらえたりとか、もう少しちゃんと伝わるように喋らないといけないなとか、努力しないといけないなとか、気づかされるので、コメントはありがたいんですけれども、いろんなコメントがありますよね、最近特にね。本当にスタッフがあまりにひどいものは全部削除してるんですけれども、私的には別に削除しなくてもいいよっていう話はしたんですけれども、スタッフとの打ち合わせで他の方がなんか嫌な気分になったりするから、あまりに他の方が読んで気分の悪くなるようなコメントは削除しようかっていう風になったんですけれども、YouTube にはブロック機能っていうのもありまして、ブロック機能ってすごいんですよ、皆さん。ブロックされた人は気づかないの。ブロックされた人は引き続き同じように嫌なコメント書けるんですよ。ね。なんか嫌なコメントをした人をこちらでブロックしたとするでしょ。そしたら嫌なコメントをした人は引き続き嫌なコメントできるの。でもそのコメントは私側にも皆さんにも見えないの。だから一人相撲になるのよ。なんかいいなと思って。何がいいかというと、だって嫌なコメントを書く人って多分私が思うに、なんか日常生活でストレスを抱えてるのかなって。なんか全然知らない人の動画にそうやって嫌なことを書くことでしかストレスを発散できないのかなって、そういうかわいそうな人なのかなって思うことがあるんですね。なんかよっぽど会社とか学校とかで嫌な思いしてて、そういうこと書きに来るのかなって。もう誰が見ても嫌なコメントってあるじゃないですか。もう誹謗中傷に近いような、そういうことをわざわざ書くというのは何かあるんですよね。だからブロック機能っていうのはいいですよね。その方のストレス解消にもなるけれども、こっちには見えてない。なんか YouTube って
すごい面白い機能があるなって、ブロック機能って優秀だなって、なんか脱線からいろんな話に富んでますけど、皆さん大丈夫ですか？本当にね、なんか同じことを伝えてても受け取る人によって全然違う風に受け取られるじゃないですか。ね、そういうことありますよね。同じ言葉でも人によって全然受け取り方が違うというか。例えば私がなんか誰かに対して本当に心から励ましの言葉を発してたとしますよね。それを、誰かを励ましてるんだって受け取る人と、なんかこの人こびてる、誰かに好かれたくてこんなこと言ってるみたいなうがって取る人もいるじゃないですか。だから本当に人の価値観って様々なんだなって、受け取り方って様々なんだなって、この動画を始めて本当にいろんなことを学んでいます。と言っている間にもうお別れの音楽が流れてきたんですけれども、私最初コメントを徘徊しながらもうちょっと違う話をしようと思ったんですけど、やっぱり時間ってあっという間に過ぎますよね。なんかもうそろそろ締めに入らないといけなくなってしまいました。たまにはこういう動画もいかがで、動画じゃない、また動画と言ってしまった。たまにはこういう雑談ラジオもいかがでしょうか。何個かはね、普段コメントでいただくようなことにちょっとお答えしたんですけれども、いかがだったでしょうか。またこんな感じで雑談したくなったら雑談ラジオしようかなって思ってるんですけれども、いいですよね、ラジオって。これを動画でやってしまうと本当に、動画でも長い動画もあるんですけれども、こういうダラダラとした雑談を動画でしてしまうと、なんか見ないといけないって思うけど、ラジオだったら皆さんが聞き流すことができるから、また何か雑談したいなと思ったらラジオでお伝えしようかなと思います。今日みたいに動画を撮っててその流れでっていうよりも、だいたいラジオというのは制作しててメイクも何もしてないし、撮影のブースも全然そのままだからどうしようかなと思う時に、ラジオだけだったら声だけですぐに録音できるので、私的にもいいかなって思ってるんですけれども、ただ内容がなかなか伴わないというか。なので皆さんもラジオでこんなことを話してほしいとか、こんな雑談してほしいとか、こういう話がいいとか、何かリクエストがあったらぜひコメント欄にお願いいたします。またこんな感じでラジオで雑談いたしましょう。ということで、久しぶりのココアトラジオ、この辺で終わりにしたいと思います。またこんな感じでココアトラジオしたいと思います。最後までお聞きいただいてありがとうございました。それではまた。今日もちょっと尻滅裂になってしまいました。お聞き苦しい点があったらお詫びします。申し訳ありません。よろしければまだの皆さん、チャンネル登録お願いいたします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアトチャンネル、上の赤い先はメインチャンネルです。メインチャンネルも少しずつ伸びてますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。ありがとうございました。